世界を舞台に活躍する BTS は、毎年億単位のお金を稼いでいると言われています。しかし、どれだけお金持ちになっても、物を大切にするところは変わりません。メンバーそれぞれに長年愛用しているアイテムはありますが、今回は、ジンの物持ちの良さに注目しました。一つのものを大切に使っている姿に胸キュンすること間違いなしですよ。ぜひご覧ください。物を大切にすることがわかるエピソード。新しいものを買うお金はいくらでもあるのに、ジンは一度手にしたものを長く愛用し続ける傾向にあります。それが誰かからもらったプレゼントならば、なおさらです。服やバッグ、携帯の機種など、ジンが物を大切にすることがわかるエピソードをまとめましたので、一つずつお伝えします。ジミンからもらった服を大切に着ているジン。2017年のジンの誕生日に、ジミンは、ヒョンは子犬が好きだから、子犬みたいになってほしいという願いを込めて、ステラ・マッカートニーの服をジンにプレゼントしました。プレゼントを選ぶ理由が可愛すぎですよね。実際に着てみると、モコモコのフーディは、ジンにバッチリ似合っていました。ぬいぐるみみたいでとても可愛いです。このフーディは、その後もたびたび着用している姿が目撃されています。誕生日から約1ヶ月後の2018年1月6日、ジミンからもらった服を着て、指ハートするジンの姿が公式ツイッターにアップされました。フードをすっぽりかぶっているところが可愛いです。続いて、2020年2月14日、公式ツイッターにて投稿された写真の1枚目にも、ジミンからもらったモコモコのフーディを着用するジンの姿が写っています。多くのファンがこの写真に反応し、ジミンからのプレゼントだ。ジミンにもらった服をずっと大事にしているジンをセル。など、アーミーたちの歓喜の声が SNS にたくさん書き込まれていました。写真だと少しわかりにくいかもしれませんが、2020年3月3日と3月4日に公式 YouTube チャンネルで公開された映像を見ると、ジンの着ている服がよくわかると思います。ファンからプレゼントされた服を長年愛用。2020年3月7日に配信されたブライブで、ジンが着用しているブルーのセーター。実は、こちら、2017年のジンの誕生日に、ファンサポートの人たちがプレゼントしたものなのです。受け取った日から数年経ったセーターを、ずっと大事にしているジンの人間性の高さに惚れ惚れします。しかも、多くの人の目に留まるであろうブライブで着用してくれるだなんて、感動ものですよね。ネット上では、即ジンの心はとても温かい。ジンは、ファンのことを本当に愛してるなど、ジンの行いを称賛する声が続出していました。2022年2月23日、ジンは、ラルフ・ローレンの白いセーターを着用し、カメラを構えた姿の写真を自身のインスタグラムに投稿。その後、韓国のウェブサイトが、このセーターはファンからの贈り物であり、ジンは4年間、様々な場面で身につけていたと公表し、ネット上で話題に。汚れやすい白色の服を長年着るのって結構難易度高めですよね。でも、ジンのセーターはとても綺麗です。アーミーからもらったプレゼントを大切にしていることが伝わってきます。2021年4月15日にリズム5の公式 YouTube チャンネルが公開した映像でも同じセーターを着ていました。BTS としてデビューした2013年からメンバーへのプレゼントの送付が禁止された2018年3月30日までメンバーたちは数えきれないほど膨大な数のプレゼントを受け取ってきたことでしょう。けれど、アーミーからのプレゼントを何年経っても大切に着ているジンに胸がときめきますね。携帯機種も長く愛用。ジンといえば、2015年1月に LG が発売したアイスクリームスマートのピンクを使っていたことが有名です。この携帯、パッと見はガラケーですが、実はガラケーの形をした Android スマホになります。スマホにしては珍しいデザインなので、
かなり目を引きますね。持っていた当時、メンバーやアーミーに結構いじられていたのだとか。その後、2015年の誕生日に、ファンサポートから iPhone 6S をもらい、アイス、クリーム、スマートは手放したようです。2017年の誕生日には、ファンサポートから iPhone 8をプレゼントされたという情報がありました。一つのものを長年大切に使うジンのことなので、もしアーミーからもらっていなかったら、iPhone 6S をまだまだ使い続けていたような気がします。多くのメンバーが新しい機種に変更する中、ジンは iPhone 8を長く愛用。2019年の年越しの際にも iPhone 8を持っている姿がありました。2019年12月31日現地時間、BTS はアメリカの年越しライブショービッグクラークスニューイヤーズロッキンイブに出演。ニューヨークのタイムズスクエアでメイク、イット、ライトとボーイ・ウィズ・ラブを披露しました。この日シュガがツイッターにアップした映像にジンの iPhone 8が映り込んでいたのです。多くのアーミーが古い機種を使い続けるジンの姿に感動しました。物を大切にできる人って本当に素敵です。カバンや服も大事に愛用。ジンが長年愛用している服で最も有名なのはトム・ブラウンのクジラのセーターではないでしょうか。アーミーなら一度は目にしたことがあるはずです。2019年4月13日に配信されたブライブで着用し、瞬く間にジンの着ているクジラのセーターが可愛いという声が広がりました。セーターの柄自体も可愛いし、それを着こなしているジンも可愛いです。2019年4月10日、BTS はアメリカのバラエティ番組サタデーナイトライブに出演するためニューヨークへ出国。4月15日に韓国へ帰国し、インチョン国際空港でキャッチされた空港ファッションでも、ジンはクジラのセーターを着ていました。やっぱりめちゃくちゃ似合っていますね。2019年7月23日に配信された RUN BTS 2019 EP81 の収録の時も着用しています。アーミーはクジラのセーターを着ているジンが大好きです。2020年12月2日に公開された記事でもクジラのセーターを着ている写真が使われていました。かなりお気に入りの一着なのでしょうね。そして2021年11月21日現地時間アメリカン・ミュージック・アワーズへ出演した後に生配信されたブライブでも、ジンはクジラのセーターを着用していました。必要以上に新しい服を買わず、気に入ったアイテムを何年も大切に着ているジンのこと、心から尊敬します。ジンはバッグも大切に使っていて、代表的なのがマルタのバッグです。2018年9月に放送されたボンボヤージュ3でメンバーたちはマルタへ行きました。その時に買ったトートバッグをジンは長年大切に使用しています。2018年11月26日、マルタのバッグを使っている姿が公式ツイッターに投稿されました。ジンとシュガが一緒に釣りに行った日のことです。ジンがこのバッグを好んで使い続けていることがわかります。次にご紹介するのは、2019年に空港で目撃されたシーンです。BTS は2019年8月11日に韓国で開催されたロッテ免税店ファミリーコンサートの出演を最後に、デビュー以来初となる長期休暇に入りました。約1ヶ月後の9月16日、次のスケジュールのために、メンバーたちはインチョン国際空港から海外へ出国。この時、ジンの手にはマルタで買ったバッグがしっかりと握られています。2021 BTS フェスタでジンがマルタのバッグについて語るシーンがありました。メンバー同士で旅行に行けることはめったにないため、ジンにとってマルタの旅はとても思い出深いものだったそうです。このバッグには思い出がいっぱい詰まっていて、たまにバッグを見ながらマルタで過ごした時のことを振り返っているのだとか。
なんて素敵なエピソードなのでしょうか。ジンの話を聞いていると、心が温かくなりますね。まとめ。今回は、ジンの物持ちの良さに焦点を当て、いくつかのエピソードをご紹介しました。自分の気に入ったものをとことん愛用するところに胸がキュンとします。ジンがいかに物を大切にしているかが伝わりましたら幸いです。私は特にクジラのセーターを着ている姿が好きなので、これからもたくさん見ることができたらいいなと思います。